こんにちは、ましろです。今日はニューヨークで行われていた NYC ヤンクロールについてお話ししようと思います。購入品も紹介しますので、よかったら最後までお聞きください。よろしくお願いします。NYC ヤンクロールについてなんですけど、毎年秋に行われているイベントで、マンハッタンとブルックリンのケート屋さんを巡って楽しむイベントです。今年は9月26日から28日の3日間開催されていました。いろんなお店がね、参加していて、それぞれのお店で特別なセールがあったり、イベントとかトランクショーが開かれてたりしました。編み物が好きな人のためのイベントって感じです。で、このイベントなんですけど、ココニッツとかの企業スポンサーさんがついていて、抽選で豪華な毛糸セットだったり編み物グッズが当たるプレゼント企画もありました。いろんな毛糸をね、実際に手に取って見れるのも魅力で、これを目当てに他の州から観光で来る人がいたりして、特別な3日間になっています。今回私は時間の関係で2店舗だけ行きました。地図載せときますね。私が行ったのはアニー&コーニードルポイント&ニッティングのお店とニッティシティの2店舗行きました。まず1店舗目に行ったのがアニー&コーで、初めてこのお店には行ったんですけど、ここはね、毛糸だけじゃなくて刺繍のものも置いてあったりして、すごくね、手芸が好きな人にとって最高のお店だなって思いました。で、この日はね、全品 20% オフだったり、セール品は25から 40% オフになっていて、天野毛糸とかノロ毛糸もすっごくお得なお値段で並んでたんですよ。この時ね、ノロ毛糸を買えばよかったです。好みの色があったんですけど、我慢して買わなかったんですよね。今思うと買えばよかったなって思います。一部のノロ毛糸は 40% オフぐらいになってたかな。とにかく安かったです。店員さんもすごく優しくて、私結構優柔不断なのでどれにしようかなって迷ってたんですけど、そしたら話しかけてくれて、このパターン編みたいならこの毛糸がいいよとか、いろいろアドバイスもらいました。ただね、欲しかった色のメートル数がちょっと足りなかったので、それは見送ったんですけど、対応がすごく親切で心が温まりました。そこでね、初めて見る本当に輝いてる毛糸を見つけて、思わず手に取って一目惚れで買っちゃいました。その毛糸紹介しますね。じゃん。こちらの毛糸です。マーキーデプスのヤマケフィンガリングの毛糸です。これはメリノウール 65%、シルク 20%、約 15% 入っている毛糸で、柔らかくてちょっとね、光沢があるんですけど、画面では分かりにくいかもしれないですね。とってもね、素敵な毛糸です。この毛糸、ラメ糸とか入ってないんですけど、お店に置いてある時ね、本当にキラキラして見えて、ちょっと私の目大丈夫かなって思ったんですけど、本当に輝いてたんですよ。ちょっと今はね、その輝きが失われてるんですけど、お店にいた時はすっごく輝いてた毛糸です。この毛糸はね、ショールでも編もうかなって思います。
輝きがない。どうしたんだろう。本当にとってもキラキラしていた毛糸です。このお店ではこの毛糸とこちらのトートバッグを買いました。これも可愛くないですか？ニューヨークの街並みと毛糸がデザインされているトートバッグです。トートバッグはね、毎年デザインが変わるみたいです。このお店を出た後は歩いてセントラルパークを突っ切って40分ぐらいかけてニッティシティまで移動しました。バスに乗ってもよかったんですけど、あんまり時間が15分ぐらいしか変わらなかったので、お天気も良かったし歩いてみました。お店に着いた時はもうすっごく暑くてずっと帽子で自分は仰いでたんですけど、そしたらお店の人がじゃん、店員さんがこのうちわをくれました。面白い形ですよね、これね。ニッティシティでは全品 10% オフで、ここはね、何回か行ったことあるお店で Vlog でも紹介したことあるんですけど、雰囲気もとっても明るくて大好きなお店です。このお店で選んだのが天野の毛糸プナを購入しました。こちらの毛糸です。じゃん。色がすごく可愛くないですか？ピンクがかってるんですけど、よく見たらね、いろんな色が混ざってるっていう毛糸です。この毛糸はベビーアルパカ 100% で、とにかく手触りが滑らか、本当にふんわりしている毛糸です。1店舗目ではね、これが置いてなかったので、毛糸って本当に出会いなんだなって感じました。この毛糸ではショアラインティーという半袖のニットを編もうと思ってます。シンプルな半袖ニットでね、ラインすごく綺麗じゃないですか？軽くて肌触りがいいこの毛糸にね、ぴったりなデザインだなって感じました。今から編むのが楽しみです。ただこれベビーアルパカだからちょっと厚すぎるかな。そこだけね、ちょっと今考えてるんですけど、この毛糸4カセ買って1000メートル分買ったので、他に何かいいデザインあればそっちを編むかもしれないです。初めてこのイベントに参加して2店舗だけしか回れなかったんですけど、それでも大満足でした。ニューヨークの街歩きながらね、いつもはネットでしか見られない毛糸に出会えたり、お店の人と話したりするのは本当にね、特別な体験になるなって思いました。しかも安い、本当に安い。来年日本に帰るかもしれないので、もう参加はできないかもしれないんですけど、またね、いつか参加できたらもっとたくさんね、いろんなお店を巡りたいなって思います。お店の様子とかは Vlog でまとめますので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。じゃあ最後に今編んでいるセーターを紹介しますね。じゃん。今編んでるセーターはこちら、ルイジアナセーターを編んでいます。じゃーん。シンプルですごく着やすいルイジアナセーターです。ただね、ちょっとこれ編みすぎてサイズがかなり大きくなった気がします。
ダボっと切れる感じになりそうかな。このゴム編みの部分は針の5サイズを下げて編みました。今は右袖を編んでいる途中です。だいぶちょっと大きい気がする。サイズ間違えちゃったかな。またこれも完成したらお披露目しますね。毛糸は3本取りでこの太さで編んでいます。スポーツの毛糸2本取り、あとはちょっとふわっとした毛糸を1本取って合計3本で編んでいます。すっごくあったかいんですよ。ふわっふわしててノーチクチクで、この毛糸ね、染めるように買った毛糸なんですけど、白い毛糸でセーター1回編んでみたくて、もう染めずにそのまま使っています。では今日はここまでにしようかな。今日も見てくださってありがとうございました。また次回お会いできたら嬉しいです。またね。